量子の奇跡。神話創世記キリスト。第1話理論と実践の狭間で。ジュネーブ大学病院の医局で倉石イザヤは研究データを見つめていた。量子の連れと人体の相互作用に関する論文の構成図理がパソコンの画面に映し出されている。機上には10年前に救えなかった少女の写真が置かれていた。マリ、今夜医学の限界を超えてみせる。イザヤは10年前、救急医としての第一線から引退し、量子物理学の世界に飛び込んだ。原動力は、末期がんの少女を救えなかった無力感。医療技術の限界を痛感し、量子レベルでの生命活動を解明しようと決意したのだ。倉石先生、実験の準備が整いました。ソフィア・ミラーの声がイザヤの思考を現実に引き戻す。彼女は5年前からこの突飛な研究に付き合ってくれている数少ない理解者の一人だ。時計は午後11時を指していた。セルン、欧州原子核研究機構の地下実験施設は深夜にもかかわらず活気に満ちていた。今日の実験では生体組織のサンプルを使用します。イザヤは周囲のスタッフに説明を始めた。これまでの実験で単一量子の転送には成功しています。今回はより複雑な生体システムでの量子も連れの維持を試みます。モニターには複雑な波形が表示され、イザヤは慎重にパラメーターを調整していく。医師としての経験が生体反応の微妙な変化を読み取らせる。彼の思考は、現実と量子の世界を交差させ、医療と物理学の枠を超えた理論に挑んでいた。先生、エネルギー値が予想を上回っています。ソフィアの声が焦りを含んでいた。システムの冷却を。その言葉が途中で途切れた。実験装置から発せられた青白い光が研究室全体を包み込む。その瞬間イザヤの意識は遠のき、頭の中に激しい波動が広がった。体が引き伸ばされ、異なる時空間に引き寄せられていく。まるで自分の細胞が時を超えて未知の時代へと旅立つ感覚。胸ポケットの少女の写真が青白い光の中でかすかに輝いているような気がした。灼熱の日差しがイザヤの意識を現実へと引き戻す。ここは、目を開けると見知らぬ風景が広がっていた。土ぼこりが舞う石畳の道。日干しレンガで作られた家々。遠くには乾いた丘陵が連なり、空気は生暖かくどこか香辛料のような匂いを含んでいる。白衣姿のまま立ち上がろうとしたとき、近くの路地から人々の叫び声が聞こえてきた。言葉は聞き慣れないもののその切迫した様子は万国共通だ。走り寄ると一人の少年が倒れていた。周囲の人々が焦りながら何かを叫んでいる。言葉こそ理解できないが状況は把握できた。熱中症の症状だ。しかしどうやって伝える？イザヤはつぶやきながら少年に近づく。周囲の人々に何かを伝えなければならない。彼はかつて研究で訪れたイスラエルでの経験を思い出した。ヘブライ語と古代アラム語は似ている部分がある。また古代セム語派の言語体系について研究したことも。マイム。イザヤは知っている単語を探りながら話しかけた。マイム。カル。驚いたことに幾人かが理解を示した。彼らは急いで水を取りに走る。少年の脈は弱いが規則正しい。顔色は青白く体温は明らかに高い。
現代であれば即座に天敵を撃つところだ。しかしここではそれは不可能。イザヤは少年の上着を緩め、首筋と脇の下を冷やし始めた。救急医時代に何度も経験した熱中症の処置。周囲の人々は彼の的確な動きに目を見張っている。シャローム。彼は少年に優しく語りかけた。この言葉だけは確かな意味を持って使える。少年がかすかに目を開く。とだ。その言葉には思わず目を見開いた。どこか日本語に似た響き。偶然かそれとも。周囲の人々は千口に感謝を述べ、イザヤに深く頭を下げた。彼は何も答えずに立ち上がり辺りを見渡した。周囲の風景は現代とは異なり、時間が止まっているかのような錯覚を覚える。さらに不安が胸を締め付けてきた。一体どうなっているんだ。イザヤはつぶやきながら周囲の人々と共に集落へ向かった。そこでは何か古代の生活の息吹を感じることができた。どこかおかしい。この場所には何か現代には存在しないものがある。やがて夜が訪れるとイザヤはふと空を見上げた。そこには見覚えのない星座が広がっている。現在の星座配置とは全く異なり、今まで見たこともないような位置に星々が輝いていた。夜空の中に自分が過去に来てしまったことを確信した瞬間だった。ここは過去の世界なのか。その時人々の表情が変化した。道を譲るように左右に分かれ、一人の年配の男性が近づいてきた。腰に下げた巻物入れから学者か宗教家であることがうかがえる。男性はゆっくりと丁寧な口調で話しかけてきた。断片的に聞き取れる単語からイザヤは彼がシモンと名乗り、自身の家に招いていることを理解した。イザヤは無言でうなずき、男の後を追った。何かしらの力に導かれるように、彼は今、過去の世界に足を踏み入れたのだった。一体これはどういうことなんだ。イザヤは周囲の会話に耳を澄ませながら歩を進めた。断片的な単語を一つ一つ、まるでパズルのピースのように記憶していく。彼の脳裏ではすでに言語の体系が少しずつ形作られ始めていた。その様子を横目で観察していたシモンの目にどこか計算的な光が宿った。この異国の地で彼は何をなすことができるのか。そしてこの時代に送り込まれた本当の理由とは。